皆さんこんにちは、さきです。セレブから新作が発売されました。今回梅田店に第1号店のセレブの店舗をオープンいたしまして、それに伴って新作のコスメを発売しましたので、そちらをご紹介していこうと思います。ちゃんと実際つけてるタッチアップのレビューを出せてなかったので、今回はタッチアップもしながらレビュー動画を出していこうと思います。それでは動画スタート。まずはカラーセッティングベースになります。全部で今回5色展開カラーを作りました。上からピンク、イエロー、ブルー、パープル、ミント、全部で5色展開になってます。この外面のパッケージはこのような感じで、今まで出していたパッケージのカラーと同じ感じで統一感を出したパッケージになっております。お値段が2690円になります。毎日ね、下地って使うものだからテンションを上げて使っていただけるようにパッケージもこだわって作っております。ここのね、ゴールドの部分がすごい高級感があって、頭の部分も刻印で SL マークで彫られているような感じのパッケージにしてみました。それぞれここが透けるようになってて、カラーがパッと見でわかるような感じになってます。並んでてもさ、これすごい可愛くって置いててすごく気分が上がるコスメになってます。まず1つ目が01番のピンクです。私の動画をずっと見てくれてた方はご存知だと思うんですけども、お問い合わせもすごく殺到しているクマ消しにすごく効果的なセッティングベースになっております。手の下のくすみだったりとか色素沈着だったりとか、ちょっとこう血管が浮き出ててクマになってる部分っていうのに血色感をプラスしてクマを飛ばしてくれたりとか、くすみを飛ばしてくれたりとかしてくれるようなものになります。もちろん全顔に使っていただいてもいいんですが、私はこれをクマのここのポイントにハの字につけるのと、あとこの口の横結構血色感がなくなってきて、木くすみだったりとかくすみ感が気になるので、そういったところに血色感をプラスしてあげると若々しいような感じのフレッシュな顔になるので、こちらをポイント使いで私は使っております。で、続いて02番のパープルです。いろんなパープルの下地があると思うんですけど、私もいろいろ使ってて、結構がっつりパープルすぎると顔が変に白浮きしちゃったりとか、結構使いづらかったりとかしてきたので、今回は絶妙なパープルのカラーを作らせていただきました。イエローベースの方でも使っていただきやすいようなパープルのカラーになっています。このパープルの役目としては、お顔全体の木くすみを全体的に抑えつつトーンアップしてくれるようなものになっています。結構ね、パープルなので透き通るような透明感みたいなのがすごくアップされるような感じなので、ブルベ系のメイクしたい方とか、透明感のあるようなメイクをしたい方とかにこちら使っていただくとすごくおすすめになってます。これは全顔にもうしっかりと塗っていただいて大丈夫で、ここのおでこと頬と鼻と顎の部分に点置きしてもらって全体的に伸ばして使っていただくような感じになっております。続きましてこちらの03番のブルーになります。ややこれも白めなブルーにしてます。今私が着てる洋服みたいな感じでサックスっぽいカラーになっております。これもなんでかっていうと、私がいろんなブルー系の下地使ってた中でブルーすぎてちょっと顔が浮き出るというか、それこそ結構私インスタだったりとか YouTube で顔だけ白いって言われがちなんですけど、結構ね浮き出るんだよね、顔だけ。そうするとのっぺりとした顔になるのと、お肌はトーンアップするんだけど、すごいお面みたいな感じの印象になるので、ほんとややブルーが入ってるようなクリーミーなカラーにしてみました。なのですごいどなたでも使っていただきやすいブルー系のコントロールカラーになったかなと思います。もうがっつり白肌にしたい方とかはパープルとかよりもこのブルーを使っていただいた方が、よりもう真っ白、純粋無垢な真っ白っていう感じの印象になるかなと思います。私結構トーンアップする時に全顔にパープルかブルーどちらか使うんだけど、夏とかはこういう爽やかなカラーとか着ることが多いので、ブルー系のものを使ってがっつりと肌をトーンアップして白肌に見せることが多いです。こっちの方が華麗な感じの透明感で、こっちのブルーは割と爽やかというか清楚っぽい感じ、あどけない清楚感があるような白肌に見せてくれるっていう感じになってます。続いてがこちらの04番のイエローのカラーになります。これはシミだったりそばかすだったりとか、あとニキビ跡っていうのをカバーしてくれるようなカラーになっ
っております。あとはね、結構王道で有名なのがピンクとブルーとパープルって割と王道で人気だと思うんだけど、こちらのイエローが一番どんなお肌のカラーのタイプの人でも、コントロールカラーベースを使ったことがない方でも一番使いやすいって言われているような、馴染みやすいって言われているようなカラーがイエローになります。なんかそこまでトーンアップがっつりさせたくないんだけど、ナチュラルにお肌をトーンアップさせながらシミそばかすだったりとかニキビ跡をカバーしたいよっていう方は、こちらのイエローが一番肌なじみもよく使っていただけるかなと思います。続きまして05番のグリーンですね。これは私が本当に毎日絶対欠かせないカラーになっていて、梅田店でもねすごく人気だったカラーなんですけども、こちらもポイント使いで使っていただくような形のものになります。効果としてはグリーンのカラーなので赤みを抑えてくれる効果があります。なので私は結構もともと赤ら顔で皮膚が薄くて、ここの頬の部分がチーク塗ってなくてもちょっと赤めのタイプなんですけど、その赤めのこのお肌をなじませてくれて肌を均一にしてくれるっていうのと、あと小鼻周り、ここのさ小鼻の毛細血管みたいなのとかも結構私すっぴんだと目立つんですよ。小鼻ってさ赤いとさこうやって縁ができてちょっと広がって見えるんだけど、取るだけで小鼻縮小したみたいな感じでちょっとちっちゃくなるの。こちらを使ってあげて、その上からファンデーション塗ってあげるだけで全然お鼻のサイズも変わるのですごくおすすめです。であと私ニキビががっつりできた時、あとニキビ跡がなかなか消えない時とか、そういった時にこれを使ってあげると全体的にカバーされて、セッティングベースなのでカバー力っていうのはないんだけど、色ムラを抑えるだけで全然目立たなくなるので、これは本当に必須なアイテムになっております。成分として何が入ってるかっていうと、まず1つ目のポイントがグリセリンを中に配合しているので、すごくね伸びやすいっていうのと肌が乾燥しにくいんですよ。でグリセリンの効果的に肌の表面だけじゃなくて中の方まで潤わせてくれるっていうのがすごく特徴的なんだけど、お肌の中まで潤うからベースの時点でスキンケアの一環みたいな感じで乾燥を防いでくれるっていうのがすごくポイント高いかなと思います。実際使ってみた方はびっくりしたと思うんだけど、ほんと少量でパーッと伸びるの。かといって緩いわけではないからしっかりと密着してくれるっていうのがすごくポイントかなと思います。で私が絶対に下地選びで欠かせないのが緩すぎない、あと保湿されすぎない。保湿はされたいんだけど保湿されすぎちゃうとその後に塗るクッションファンデだったりとかベースメイクがよれてきちゃったりとかするの。なので私は密着力が高いものっていうのと、保湿はされるけど緩すぎないものっていうのをめちゃめちゃに研究して作ったテクスチャーになっております。絶妙なテクスチャーをぜひ使ってみて感動していただきたいなと思います。ポイントその2なんですけども、今回この成分の中に植物由来のツボクサエキスっていう成分を入れているので、日焼けによるシミだったりとか赤みだったりとか色素沈着っていうのを防ぎながらベースメイクをしていただけるっていうポイントになります。スキンケアのアイテムではないから全てのケアができるわけではないんだけど、毎日使うものだから負担って少なからずかかると思うので、少しでもそれを軽減させながらメイクができたらなと思ってこちらの成分を配合しております。ポイントその3、さりげないツヤ感を残したテクスチャーになっているので、お肌のこの毛穴だったりとかこの表面感が凹凸をなくしてふっくらさせた雰囲気になるので、お肌がねちょっとね若返って見えるっていうのがポイントになってます。すっぴんの時多分凹凸感って結構あると思うんだけど、毛穴のざらつきだったりとか凹凸感っていうのを割とこう均一になじませてくれるので、ツヤ感とふっくら感が出てお肌が若返るイメージな感じで使っていただけるものになっております。もともとこれ自体にパール感だったりとかツヤ感は特に入れてないんだけど、すごくね凹凸をなくしてくれる代わりにヌルボトックスみたいな感じですごくふんわりとしたふっくらした肌に導いてくれるものになっております。このベースともともと発売されているこちらのクッションファンデ一緒に使っていただいた方がよりよれにくくなる。なんか他のブランドさんでもそうなんだけど、私ベースメイクは結構揃えることも多かったりとかして、揃えるとやっぱり同じブランドで作ってるからすごくねよれにくいんだよね。なのでこのアイテムをベース使ってもらって、その上からこちらのクッションファンデでカバーするっていうだけでかなりよれにくいお肌作りができるのかなと思います。なので私のベースメイクは割とコントロールカラーである程度仕上げて、ほんのり気になったところだけにこちらのクッションファンデを使うっていう感じになってます。なので長い目で見た時もやっぱお肌に負担をかけないので、お肌自体もそもそも綺麗になっていくし、よれ方も綺麗というか、なので一石二鳥という感じになっております。
際に顔に塗っていきたいと思います。まずはこちらの魔法のクマ消しですね。発売前からもうすごくお問い合わせが多数いただいているこちらのクマ消しから使っていきたいと思います。一応ね全顔で全然塗れるんだけど、私はこのクマの部分にスポットで塗るようにしております。このくらいの少量で大丈夫です。このクマのポイントの部分にこうやって点置きしてあげる。こんな感じでなじませていきます。こちらは下地であってコンシーラーではないので、全然こうシワになったりとか目尻のシワとかに入り込んで後からちりめんじわみたいになったりすることもなく、目元を明るく見せてくれるので、ほらすごくない？ここだけちょっと血色感がプラスされて、くすみだったりとかクマが一気に消えるの。今こことここだけ塗りました。ここのくすみが消えたと思うんだよね。結構私ここに鼻地に下に下がった感じでクマがあるタイプなんですけど、そこの血色感の悪さが消えてふっくらした目元になったかなと思います。結構ね、年齢を重ねていくと目元の張りとかがなくなったりとか、あとはこのクマが出てきたりとかするんだけど、そういうのをここを明るくしてくれるので、すごい若々しい目元になるかなと思います。クマだけじゃなくって目元周りがちょっとしぼんできたっていう風な年齢悩みとかお持ちの方とかは、アイシャドウベースとしてまぶたの全体に塗ってあげるとちょっとふっくらしたような目元になるかなと思います。特にさ、ここら辺とかってどんどんさくぼんでいくじゃん。それとかもちょっと血色感をプラスすることでふっくら見えるので、そういう方にもすごくおすすめなものになります。私は今目元だけ塗りました。続いてこちらのグリーンを使っていきたいと思います。グリーンも私は毎朝必ずつけるカラーになります。これもニキビができてる時とかはここら辺に塗るんだけど、今はそんなに気になるような赤みのニキビはないので小鼻に塗っていきたいと思います。ここ私赤いの毛細血管がすごくて、これにこうやってやるのね。こうやって小鼻周りをカバーしていく。もう多分結構消えてるの分かると思うんだけど、赤みがだんだん引いてきて、こっちが今塗った方、こっち塗ってない方、ちょっと赤みが抑えられてるの分かるかな。こうやるだけでちょっと小鼻がシュッとする感じになります。こっちにも塗っていきます。はい、小鼻に塗り終わりました。ちょっと赤みは消えたでしょ。そしたら次使うのはこちらです。パープルですね。全顔に塗るのでこちらのイエローとかでもいいしブルーでもいいし、その日のするメイクによって私は変えたりとかするんですけど、今日はパープルを使っていきます。これはだいたいここの頬とおでこ、鼻、先、これグリセリンが入ってて伸びがいいので、そこまで大量につけなくても軽くスッと伸びてくれるので本当に少量で大丈夫です。思いっきし全部につけちゃうとほんと顔だけのっぺらーくなっちゃうから、なるべく頬の高めの位置の部分にベースで塗ってって、あとは広げていくようなイメージで、私はあんまりこっちまではしっかりつけない。わかる？すごいちょっとここら辺トーンアップしたの。すでにちょっとくすみが飛んでいく感じ。今下地が塗り終わった状態です。今日使ったのはクマ消しとこのパープルとグリーンですね。こちらの3色使っております。こんな感じでもうすでにファンデーション塗る前からある程度結構カバーされてるんだよね。コンシーラーとかの効果は何も入ってないんだけど、カラーでコントロールしてるだけなんだけど、結構くすみも消えてクマも消えたので、この後にするクッションファンデとかリキッドファンデーションとかコンシーラーの過程をすごく少なくできるっていうアイテムがカラーコントロールベースになります。確実なシミとかは全く消えてないんだけど、全体的な色ムラだったりとかちょっと色素が薄いところとかは全体的にカバーされたので、正直これにプラスコンシーラーでお粉振っちゃえばちょっとそこら辺まで出かけますみたいな人とかだったら全然カバーできちゃうぐらいの感じになっております。続いてがこちらです。プリズムショットマルチハイライトパレットになります。お値段が4590円になります。さっきのね下地と色味は揃えております。今回はお色2色作っております。01番のブロッサムピーチと02番のダイヤモンドパール。今回のねこのね外側ねちょっと紙っぽい質感のパッケージにしてるんだけど、浮き上がるようにこのセルブマークがねエンボス加工でされてるのと、ベースには持っててテンションが上がるセルブカラーのピンクのお花が施されております。中開いてもらうとちょっと今外してないんだけど、こんな感じで中はミラーになってます。歪まないやつね。なのでこれでメイク直
直しの時とかお化粧する時はこちらのミラー使いながらメイクができるようになってます。まず01番のブロッサムピーチからご紹介しようかな。全体的に柔らかい色合いにしていて、ちょっとフェミニンなお顔立ちに導いてくれるようなカラーリングのパレットになっております。続いてこちらが02番のダイヤモンドパールですね。これは割と原石みたいな輝きにしてくれて、元気な顔というかフレッシュな顔というか明るいようなお顔立ちに導いてくれるカラーになります。オレンジ系とピンク系っていう感じのカラーバリエーションになっております。今回ですね、このパレット4種類のカラーと4種類のテクスチャーを1つのパレットにまとめたハイライトパレットになっております。で、何が入ってるかというと、まず変光ラメ、見る角度によってラメの輝きだったりとか色味が変わるような変光ラメが入っているのと、あとはパール感ですね。なんか割と密度が高くってシュッとレフ板みたいな感じの白玉が作れるラメを入れております。そしてグリッターですね。ちょっと大粒でざっくりとしているようなもの、割と塗った瞬間にテクスチャーが全部でかいから濡れ感があるような輝きを出してくれるようなものと、もう一つはラメですね。シンプルなラメ。あとはラメの中でもちょっとこうカラーが入ってるので、チークを使うのが苦手な方とかもほんのり色づきとツヤ感を足しながら血色感を上げてくれるっていう、チークの代わりにもなるようなカラーが入っております。なかなかね、ハイライトって一つにまとまって種類がこうバーってあるものってないと思うんだけど、私はこれを1個持ってればもう長くずっと使っていただけるような、ミックスしながらも使っていただけたらなと思って一つにまとめたハイライトパレットになっております。使用用途としては今私も顔に使ってるんだけど、まずは頬だよね。好きなカラーと好きなテクスチャーのハイライトのラメをのせていただける。あとはここのノーズのツヤだったりとか、あとはこの目頭、女神スポットの部分とかにも今塗っていて、アイシャドウ代わりにもなるし、今このね、上のこのまぶたのところにもラメをのせていて、ちょっとグリッターっぽいテクスチャーのものをのせたりとかしております。あとはこの肩の部分に塗ってあげたりとかすると、デコルテだったりとか、あと肩を出すお洋服の時にすごくここが光って肩が華奢になるというか、韓国美人さんみたいな感じのカクッとした鋭利な肩を作れるっていう感じになってます。っていう感じでアイシャドウにも使えるし、お顔のハイライトにも使えるし、ボディにも使っていただいたりとか、あとデコルテが開いてる時はここの鎖骨であったりとか、ここにラメを散らばせたりとか、いろんな使い方ができるので、本当に1個持ってるともうずっと長くいろんなバリエーションで使っていただけるようなハイライトパレットになっております。これもね、本当に死ぬほど梅田店で人気で、テクスチャーを実際自分でこう塗ってみた時に皆さん感動されてびっくりされてる方がすごく多かったです。なのでぜひ一度店頭で使ってみてほしいなと思います。ではハイライトを塗っていきたいと思います。今日は一応セレブのピンクメイクの方をしているので、ピンクのハイライトパレットを使っていこうと思います。プリズムショットマルチハイライトパレット01番の方を使っていきたいと思います。こんな感じでちょっと使用感マックスなんですけれども、まずは頬の部分にこの右上のラメをのせていきます。これエチュードハウスの筆なんだけど、こういう感じのちょっとふわっとしたものを使っていきます。やや密集してるやつの方がツヤが結構綺麗に出るかな。いくよ。やばくない？今一筆やばくない？ほら、こっち何も出てない方ね。ほら、やばいでしょ。こんな感じでちょっと頬の高い位置にまずこれを塗っていきます。これはちょっと大粒のラメを使っておりまして、何種類かのカラーをミックスして入れたラメになります。だからちょっと変光ラメというか、ちょっとだけいろんなカラーが混ざったようなラメ感になります。だからこういう感じで濡れ感のあるざっくりとしたツヤ感が作れるような感じになってます。次にこちらの左下使っていきます。これは結構パール感が強めのラメになっております。これをで笑ったところの頬の真ん中ちょっと塗っただけで、ほらわかる？ちょっとさっきのとつなげていく感じで仕込んでいくと、って笑った時にここにツヤが出るので、ちょっと韓国の女優さんみたいなツヤ肌になります。だからふっくらとした前に出た頬が作れるので、中顔面短縮にもすごくいいハイライトになってます。こんな感じ。次に眉毛のここのハイライト塗っていきます。これもさっき使ったここですね。ここもハイライトを塗ってあげると、目のこのくぼみがふっくらとして元気な感じのフレッシュな印象にしてくれるっていう感じです。こちらのラメを使っていきます。これは手に取っ
てまぶたの真ん中らへんに塗っていきます。こういう感じでね、アイシャドウのラメとしても使えるの。ちょっと目の中央がふっくらする感じ、ツヤが出る。もう一個おすすめな使い方なのがこの女神スポット。私いつも多分つけてると思うんだけど、女神スポットにもすごくよくって、女神スポットに一番いいのはこちらの左下のカラー。ちょっと細めのチップで取ってあげて軽くちょんちょん。ほら全然違くない？もうこれ一瞬なの。本当にちょっとのせるだけ。ほら全然違うの。これをここにのせて目に光を入れていくと、今まではシャドウとかでやってたんだけどハイライトでできちゃうので、私は最近これしか使っておりません。続きましてノーズのハイライトを移っていきます。どの色使ってもらっても全然大丈夫なんだけど、私一番使いやすいのがここなんだよね。だからこれを使っていきます。まずはこの鼻先。ほらちょっと今オーバーにやってるけど、こんな感じでちょっとなじませて、リッコンの部分、こことここ今塗りました。そしたらちょっと鼻がツンってちょっとアップノーズになった感じになります。横から見てもちょっと立体感のあるお花が作れるので、鼻でお悩みの方はこういう感じの使い方をしてみてください。あとは結構ボディにも使えるタイプのものになりますので、この鎖骨の部分とかこの肩のここ光る部分とかに乗せてあげても大丈夫です。それはこちらを使っていきます。これはね撮影の時とかによくやってもらう術なんだけど、この部分にこういう感じでちょっとラメに乗せていくっていう。そうするとちょっとここにツヤが出る。夏の時期だとさ、結構こういうさ胸元が開いたものとか着るから、こういう感じでやったりとか、あとはこの肩のここでやってあげると、肩が直角な鋭利な肩あるじゃん、それが作れるの。こうやって手で乗せてあげた方がこれはナチュラルなので、こういう感じで肩の高い部分に乗せてあげます。続きましてこちらです。セレブオードパルファン、お値段が8990円になっております。こちらは 50ml の1つのサイズのみになっております。匂いがピローっていう匂いとポーキーっていう匂いの2種類になっております。ゴールドパッケージ、中に SL マークが入っております。ここにはセルフラブセルフプロデュースっていうセレブのブランドコンセプトがここに刻印されております。パッケージが割とゴールドを使ってたりとか、節々にちょっとピンクゴールドを使ってたりとかで女性的なパッケージにしていたので、逆にこの容器はスクエアというかカクッとした感じにして甘辛っていうのを表現したくて、このシルエットに今回いたしました。このねチャーム、これ取り外し可能になっておりまして、持ち運ぶ際は全然これ取り外しもできるので取ってもらっても大丈夫で、インテリアとして置いてもらっても気分が上がるように今回チャームも一緒につけております。フロントは SL マークで、後ろには香水の名前が刻印されております。割とねこの形ね持ち運びにもすごくいいんだよね。割とコンパクトで使いやすいかなと思います。ピローはですねちょっとねリネンに包まれたような爽やかで温かみというかぬくもりのあるような女性らしい清楚な香りに今回は作っております。ちょっとね言葉で説明するのすごい難しいんだけど、一言で言うとモテ香水っていう感じです。なんか本当に柔軟剤とその人のフェロモンが混ざったみたいな香りをイメージして作っております。なんかちょっと安心するような女性的な香りを今回作らせていただきました。私も結構ねこのピローの方が使うこと多いんだけど、店頭でもすごくこのピローは人気で、夜遊びっていうよりかはデートする時とか、あとデイリー使いにすごくおすすめかなと思います。02番のコーキーはこの名前の通りちょっと生意気っていう小生意気なイメージで作ってる香水の香りになるんですけども、少しね癖のあるというか魅了するような香り、魅惑的な香りっていうのかなっていうのを今回作ってみました。さっきのピローが割とデイリーでデートだったりとか恋人と会う時とかに使ってほしいなって思って、その反対で逆にちょっと夜遊びに行く時とか友達に会う時とかなんかそういった時に使ってほしいなっていう匂いになってます。気高い感じの高級感のあるような香りにしております。こっちのコーキーに関してはメンズの方でもすごくつけやすい香りなので、恋人にプレゼントしたりとかする時とかも喜んでいただけるのかなと思います。ラストがこちらのセレブホームディフューザー、お値段が9990円になっております。香水のちっちゃいバージョンと大きいバージョンって感じで、こんな感じのお揃いのパッケージになってます。こちらは匂いは香水と同じ01番のピローと02番のコーキー
2種類同じ匂いになってます。香水はあるんだけどディフューザーはないみたいなのよくあるじゃん。私結構自分の好きな香りは家の香りにもしたいみたいな感じのタイプなんだけど、結構意外となかったりするんだよね。私はちょっと同じ匂いで統一したいタイプなので、今回は同じ匂いに統一させていただきました。パッケージはこんな感じで香水とちょっと似てるようなおそろパッケージになってます。だからね、お揃いで置いててもすごく可愛い感じになってて、このスティックもちょっとね毛がもふっと出るようなものにしておりまして、匂いがすごくね、この毛の細かいところに匂いが伝わってってすごく匂いを感じやすいようになってます。なんかスティックを変えるだけでね、全然匂いの広がり具合が違くって、木とかにしたりとかすると割とさりげない匂いになるんだけど、ちょっとね肝がかったスティックを使うことによって香水の広がりがすごく持続性があるというか、強度が強くなるっていうのかな。色も今回白にしているので、どんなお家のタイプの方でも置いていただきやすいようなパッケージにさせていただいております。もう今でもねすっごい匂い発してるぐらい、本当に匂いのね広がりがすごくって、150ml でも全然めちゃめちゃ今プレスルーム全体に広がってるぐらい、かなり匂いの広がりはあると思います。ということで以上4アイテム新作で今回出させていただきました。今回の新作はですね、先に先行で梅田店ですでに発売済みのアイテムになっているんですけれども、ウェブの方もですね、こちら明日から発売開始になりますので、皆さんこれ気になったっていうものがある方はぜひ明日お見逃しのないようにウェブをチェックしてみてください。もう一つお知らせがありまして、こちらのノベルティですね。こちらが税込みで1万円以上お買い上げの方にこちらのオリジナルのハンドミラーをプレゼントいたします。これ実際私も毎日使ってるんだけど、細かいところとかリップメイクする時とかにすごくいいのと、あとねサイズ感的にもこんな感じで持ち運びがすごくしやすい。こちらを、毎日持ってお化粧直ししてっていう感じで、いつもときめきがあるような感じのパッケージにしております。クッションファンデもさ、もう可愛いさ、もうこれも可愛いしさ、全部可愛くなんか一緒に持ってると本当にテンションが上がるコスメっていう感じで、もう見てるだけで幸せなんだよね。自分で作っといてなんだけどっていう感じなので、ぜひこのセルブコスメとノベルティも集めてもらって、毎日可愛いアイテムでときめきのあるメイクをしていただけたらなと思います。また別途セルブのコスメを使ってベースメイクからラストのリップまでオールメイクをした動画も上げさせていただきたいなと思っておりますので、そちらの動画も楽しみにしていてください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしております。バイバーイ。